ナーロード。今回の目標はハード難易度の実績解除。発売から10日ほど経ったが、グローバル実績2%となかなかの難易度な模様。そんなわけで実績を解除するため、シナリオ平和の修復をハード難易度でプレイするぞー。細かい設定内容はライバル領主がいて、最初の略奪者の襲撃が2年後。初期の武器の支給がなくて、住民の需要と天候が厳しい世界。スタートは春だからそれほどやべえ感じではないぜ。動画映えなんて気にしないガチプレイで、ハードだろうとサクッとクリアしてやらー。いやそこは気にしろ。今回のスタート地点は右上の場所。赤色がお前で黄色がライバルの領地だな。これ最初の土地の運が悪いと、隣の領地に拡張する前にライバルに取られるので注意。こことここは隣に空き地域が2つしかないので、運が悪いとライバルに囲まれ、こちら拡張するとき飛び地しか残ってなくて、防衛や物流が面倒になることもあるよ。ライバルの拡張速度速すぎ問題。で今回入植する土地は、鉄と動物が豊かな資源。鉄はそのまま売ってもいいし武器も作れる、動物も肉と皮がありがたいな。まあ資源はそれぞれ一長一短だからどれでも OK。それよりも最初のテントが資源に近いのが嬉しいよ。テントだけ端っこにあると絶望。さて地下水と肥沃度、確認。資源の周りは意外と潤ってるから楽勝。だな。肥沃な土地は小麦が少し緑の土地があって、大麦はかなり辛い感じ。無理ではないが農業に向く土地ではないぜ。こんな土地じゃ農業は期待できないけど余裕ができたらやりたいので、先に道だけ敷いて農地となる場所に、建物を建てないように区画分けときましょ。そうだ地名変更しとこっと。今日からここはパンツ村。この紋章にふさわしい良いネーミング。それでは建設予定を出してくぞー。まずは丸太がなきゃ始まらねえ。最速で伐採場を建設だ。ウィンドウを移動させることでピン止めができる。序盤はこれを駆使して速攻で村を軌道に乗せるよ。ちなみに下の歯車のアイコンのアクセシビリティで、UI 表示の大きさを変えれるので小さくしてます。おいこらふざけてでかくすな。てっへー。お次は動物の近くに狩人の野営地、肉と皮を取るよ。肉は食料、皮は医療になるぜ。動物との距離は近い方がいいけど、近すぎると逃げて資源の位置が遠くなるので注意。逆に近くに建物建てて移動させるテクもあるぜ。続いて木こりの小屋、暖を取るための薪を集めるぞ。だが家がないうちは薪はいらないので、余裕を見て建てる感じだ。初期の食料パン20個があるので、食料庫の建設予定もほいっとな。場所は木の実と肉をしまいやすい中間地点に決定。物資をしまう倉庫は狩人の野営地のお隣。狩人の野営地に保管できる皮は12枚まで、それまでに保管庫を完成させたいぜ。それでは開拓を始める、者ども作業に取り掛かれ。丸太は持ったな、伐採場を建設するぞー。勝利条件支配、敵の支配する地位に対して領有権を主張しましょう。我らパンツの民が世界を制してみせるぞ。ハード難易度は最初の敵領主との戦いが山場だ。迅速に村を発展させ防衛体制を整えるのだ。少なくとも2年後には略奪者の襲撃もある。生き残りたくば急ぎ村を発展させるのだ。住民を満足させ人口を増やして民兵を増強し装備を集める。これがこの世界の生き残る方法。よし伐採場完成だ。すかさず2人アサイン。詳細タブから作業エリア指定。開発予定地をなるべく先に伐採しろ。周囲の木を無駄にするな。さあ次は狩人の野営地の建設を急げー。狩人の野営地は建設資材なし。必要なのは労働力のみ。完成したので1人アサインさせて、狩猟制限も5まで緩和。絶滅しない程度に借りまくれ。お次に建設してるのは食料庫。これは丸太と石10個で結構往復が必要。最序盤に建てるか迷う施設だな。野ざらしで置かれてる初期資材の近くにしたから、そこまで負担にはなってないと思うよ。石運び10個は遠いと時間かかるぜ。ちなみに家は住民の需要を満たせるようになってから建設予定。家ができるまでは野宿である不満以外は寒いくらいしか文句言わないので、家建てると逆に大変。家がなければ薪や副教会の需要が生まれないから、好感度のマイナスが少なく済むぜ。ただいまの好感度は 49%、これが 50% になると移民がやってくる。ギリ 50% でも移民は来るが、75% でたくさん来るようになるからそれが当面の目標だぜ。さあ食料庫が完成したらそのまま一人作業に入れ。初期物資のパンが雨に濡れる前にしまうのだ。はい食料入れ終わったな、大工に戻れ。一家の作業をマイクロマネジメント、開発序盤は割と大事。お次は教会を建てるための板20枚が欲しいので、小引き穴を建設。板の原料の木材は牛しか運べない、製材所と牛の杭の隣に縦移動のロスを減らすのだ。
そう牛は木材を運ぶ重要な存在、スタート時には牛の追加購入しようと思ってたけど忘れてます。ダメじゃねえか。完成したけどここはまだ人を入れず、牛が暇な時に原料運んでくれたら人をアサイン予定。一家割り当てなくても暇なら木材は運んでくれるのな。で薪を作るための木こり小屋の建設最中に、小引き穴の丸太が搬入されたので、伐採場を一人減らして小引き穴に割り当て。伐採場は隣だから、急に職場変更されても隣に移動するだけだからすぐ作業に取り掛かれるな。でその後すぐに木こりの小屋完成。すぐ必要ではないが薪も今から作っとくぜ。今牛がフリーだ。今のうちに最終車の小屋を建てろー。小引き穴の作業車の丸太の加工が終わる前に運ぶのだ。指示が細けー。丸太を板に加工できました。はい、あなたはお役御免です。別の作業に行ってください。牛が丸太を運ぶまで伐採場に戻れ。どうやら最終車の小屋が完成したようだ。ではここを建設した作業員よ。そのままその小屋で働きたまえ。建設してた作業車を建設した場所でアサインさせて、移動距離ゼロで仕事させる小技入りまーす。これで建設できる作業車がゼロになったので、保管庫の川がいっぱいになってる下流道解雇。いちいち倉庫に川を運ばんと下流度が仕事できん状態。倉庫はまだ完成してないからしばらく建設作業よろ。お次はまだ使わないけど石の採掘場を建設。これつい資源の上に建てちゃったりするけど、粘土や鉄と違って離れたところに建設しても平気だぜ。それはそれで運ぶの大変なので、資源潰さない程度の近さが無難だよ。倉庫ができたらカートで10個ずつ運んでもらうつもりなので、近道敷いといてあげましょ。ちょっとした工夫で作業の効率化を目指すのだ。さてそろそろ木造協会の建設って小引き穴にアサインさせるの忘れてた板作り小引き穴アサイン忘れで遅れ発生。やっちまったまだ使わないのに採掘場なんか建設依頼出したばっかりに牛がそっちに。急いで建設一時停止するも、牛はお構いなく絶好の野営地へと向かった。牛買うの忘れてた。スタートから1ヶ月、やっと牛の飼い忘れに気づき牛をつなぐ杭を立てる。糸かなし。板あと5枚、加工急げー。最初から牛買っときゃ板でこんなに手こずらなくて済んだのにな。小引き穴に丸太が搬入されたのを確認し、速攻で川なめし屋の建設を開始。川なめし屋は建設に丸太4本も使うから、牛に余裕がないと作業に影響出ちまうぜ。では杭が完成したので牛追加購入。難易度ハードでも初期資金50あるから、初手牛は結構おすすめ。初期物資なしで遊ぶのに慣れちゃうと、私みたいにうっかり忘れちゃうから注意だよ。しれっとハード以上の難易度で遊んでんじゃねえよ。ハードを超えるカスタム、難易度通称エクストリームハード。アラペスさんがライブでチャレンジしてたので、超絶技巧を見たい方はおすすめ。前にお前が AOE4 で偶然見つけたうどんさんに対戦挑んだ時の、うどんさんチームの人か、懐かしいな。私のうざがらみにも心よく答えてくれるいい人だよ。こらこら。さて板が準備完了、市場の区画を設定して教会の建設始めましょ。こっそり井戸も建設済みだから、これでレベル1の住宅の需要が全部満たせるぜ。教会の建設には丸太を板20石10が必要。石は倉庫にあるので倉庫まで近道不成立。板も作る場所が遠いと、往復で教会の完成が遅れるので注意。野宿-7を位好感度が 41% に減少。他の領主の軍隊を発見しました。まだスタートから2ヶ月しか経ってねえのに初動早えな。どうやらマップ中央に湧いた山賊狩りの模様。山賊は金も影響力も手に入るので借りたかったのに。お前の方が山賊だな。マイクロマネジメントしつつ教会完成を待つ日々。砦を作るための板20枚を準備中。資材搬入完了。教会建設急げー。これが完成した暁には、自宅を建てる権利をやろう。さてこの道はもう使わないので削除っと。道路の削除はオルト左クリックだ。さあ住宅を、建設だー。大きく区画を取りすぎだ。最初は最小限で作れ。今必要な家は最初のご家族と移民用に空き家1軒。それなら木材も足りるな。1軒ずつ建てると横幅が無駄に広くなって、建てれる件数減るのが微妙に嫌。まあ序盤だしそれくらい諦めろ。そしてスタート2ヶ月ちょいで、無事木造教会が完成。板作りミスったけどそれなりに早く完成できて一安心。次は石造りのアップグレードも進めてきましょ。これは屋根材がネックだな。まあ先に市場の需要を満たして、住民の好感度を50以上にしないとね。高い好感度を維持して常に移民を増やし続ける。これがハードで生き残る道だ。伐採場一時停止、
全力で家を建てろこれで野宿生活ともおさらばだ。家は建ったが需要が満たされん、倉庫に人をアサイン、露店を開くのだ。倉庫の人、薪貝類を任せたぞ。結果倉庫の人は薪の露店を開きました。本当は衣服の露店にしたかった。今革の在庫がないから、露店だけのためになめしや動かすの人がもったいねえんだよな。先に木こりに薪の露店建てさせてから倉庫に人入れればきっと衣服になったのに。裁量を目指すのはなかなか難しいぜ。6月になりスタート3ヶ月目、やっと物資が家に送られてきたよ。これで村人の好感度もプラスに転じるぜ。そしてついに村人全員分の家が建ち、村レベルアップ。脱ホームレス。研究ポイントゲットしたけど、今回欲しいのはコメントで教えてもらったこの関税撤廃。それじゃもう一つ村レベル上げなきゃだな。そして苦節3ヶ月、ついに好感度50、きたー。人口が増加中、ちょうどいい好感度。あとは移民が来るのを願うのみだ。では移民受け入れの体制ができたところで屋根材のための粘土掘りを始めつつ今回はここまで。もっとこういうテクニック使えばはかどるよとか感じたら、コメントいただけると助かります。嬉しいです。画面いっぱいにピン表示して、画面が見づらいという動画配信者にあるまじき行為。果たしてこの行為は視聴者さんに許されるのか？多分怒られるのでグッドボタンで慰めてくれ。ここまでごちゃごちゃしてるのは最序盤だけだよ、多分。おい。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。